こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、お金の勉強っていうことで、どうやってお金を貯めたらいいのか、またですね、素人がハマりやすいお金の罠っていうのについて解説していきたいと思います。まあですね、お金貯めたい、そういう方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、なかなかね、収益上がらなかったりとかですね、お金貯めにくいものだと思います。まあ自分自身ですね、ずっとお金貯めれなかったんですけども、12年前ぐらいからですね、この方法を使ってですね、お金が貯まるようになってきました。またそういったね、自分自身の体験を踏まえて、今日はですね、お金の、なんで勉強するのか、皆さんね、あんまお金の勉強したことないと思うんですよね。ただまあ、それで絶対やった方がいいです。そこによって貯まるか貯まらないか大きく変わってきます。で、まあ、どっから勉強するべきか、まあ、そこのね、こういう勉強方法が重要ですよ。またですね、初心者がハマってしまう、もうお金をかすめ取られる、貯めようとしているのに奪われるみたいな、まあそういう状況になっている人すごいいっぱいいるので、今日はですね、そういったことを、投資家の目線からですね、また実際自分もお金貯めているので、そういう目線から解説していきたいと思います。ではですね、なぜお金の勉強が必要なのか、これはですね、まず学校で習わないんですよね。お金をどうやって貯めるか、投資とかですね、運用、それをね、全然習わないんですよ。だからもう、社会に出てお金をね、稼いで、ああ、どうしようこのお金って言っても、使い方もわからない。もうほとんどでそういう方なんですよ。で、別にね、それが悪いってわけではないんですけども、もし貯めたいとするとですね、やっぱこう、お金の勉強ってものすごい重要です。で、やっぱお金についてやっぱ話すのは結構タブーなイメージありますよね。あ、いくら稼いだとかね、年収いくらだとか、これぐらい今日使っちゃったよみたいな、なかなかやっぱお金についての話ってしにくいので、まあそういうね、投資家とか間ではね、いくら借金があるとかで全然話したりするんですけども、普通だとなかなか結構タブーですよね。で、まあ働き始めてもやっぱお金を学ぶ機会ってやっぱなかなかないんですよね。なので、こう、毎日お金使ってるけど、なんかよくわからないよ。なんかこうお金出ていってばっかり全然たまんないよって。それなんか勉強してないから。で、勉強すればね、結構ですね、溜まっていきます。なのでやっぱ知らないのがほとんどですと。で、まあだから勉強してですね、お金、まあお金ね、全然いらないよっていう人は全然動画見なくても大丈夫だと思うんですけども、やっぱお金はやっぱ重要だと思っていて、お金があることによってできることってかなり増えてくるので、もちろんね、お金が全てっていうわけではないんですけれども、お金がなくて苦しむことはむちゃくちゃあるんですけども、お金があってね、またそれぞれ争いが起こるとか別問題出てくるんですけども、まずはね、こう、生きていくのにはやっぱお金が必要なので、最低限にお金に苦労しないような生活っていうのは、送りたいですよ。そのためにやっぱ勉強は必須で、なのでですね、若いうちに特に知っておいた方が絶対ですね、こう、福利っていうので、どんどんこう、溜まっていったりとかするので、やっぱね、こう、退職金をね、いきなりこう、60とかなって退職金バーンとまた、どうしようどうしようって、このお金どうしようみたいな、こう、迷ったりするんですよね。だからやっぱ若いうちからお金をこう、運用のそのリテラシー、知識を蓄えていけば、お金が、大きなお金入ってきても、じゃあこれはこう運用しようっていうのはですね、迷うことなくできると。そうしないとその、結局ね、せっかく入った退職金をかすめ取られてしまう。そういう例もいっぱい出てます。今日紹介しますけれども。なので、本当騙されちゃうんで、やっぱこう、ちゃんとですね、知らないと損することが多いので、知っとくとものすごい有利ですし、特に若ければ若いほどですね、こう、投資に関しては若い方が有利ですね。で、やっぱこういう反論されるんですよね。お金はね、投資だから難しいでしょうとかですね。何からやっていいのかわからないとかですね。大丈夫です。今日これについて解説します。なので、まずはですね、簡単なところからほんと初歩の初歩なので、やったことないからやっぱ難しく感じる。それはね、当然なんですよね。なのでやっぱこう、まず初めの一歩としてね、今日はね、わかりやすくね、こう解説していきたいと思います。じゃあまずね、何から勉強するべきか。お金の勉強って言ってもね、普段お金触ってると思うんですけども、じゃあ何って言われると、なかなか難しいと思うんですよね。これ今まで自分自身がですね、こう、投資だとかビジネスやってきた中で、やっぱ一番重要なのっていうのはですね、お金のフローですね、流れを考えるっていうのがこれ重要になってきてます。お金を貯めたいっていう風になると、やっぱりですね、まず収入っていうのはお金が水だと例えるとですね、蛇口から給料だとか収益が入ってきますと。それがですね、こう水亀みたいな池にこう溜まって、それが資産となると。でもやっぱ残念なことにちょっとずつ使うんで、こう流れていきますよっていう資質になりますと。なので、お金を貯めるにはどうしたらいいでしょうかっていう、それね、すごい単純なんですけども、支出よりも収入を増やすってことですね。そこが重要で、それが多ければ、資産が増えていくってことなので、まずはですね、この流れをね、明確にする。それが重要です。なので、まずは支出を減らしましょうと。で、収入を増やして資産を運用する。この順番がですね、すごい重要です。で、何から始めるべきかっていうと、それね、いろいろ、本当にいろんなことやらなきゃいけないんで、パニックを起こす方はたまにいらっしゃるんですけども、まずね、僕は収支をこうね、把握するっていうのは、それが一番重要だと思います。現状把握ですね。今どれだけお金が出ていってるのか、今どれだけ入ってきてるのか、この差し引きどれぐらいこう、収益になってるのか、それをね、見ますと。で、そしたら支出を減らす。これがね、一番手っ取り早いですね。ここを減らすのが。ただ限界があるので、収入を増やしましょうと。で、ここが増えてきたら初めて運用もやりましょうみたいな。そういう流れですね。ちょっと詳しく解説していきます。
じゃあ、まず収支を把握する。これどういうことかっていうと、これね、僕がおすすめの方法はですね、毎月の口座のですね、残高をチェックするっていうのが重要ですね。で、それをですね、毎月、月末でも月始めでもいいんですけど、定期的な1ヶ月に1回まとめましょうと。これ自分自身のですね、11年前とかの収益なんですけれども、だいたい2008年とか僕300万ぐらいですね、持ってましたね。で、こういう口座ですね、いろんな口座にいくら入ってるよっていうのをまとめて、これ手書きでもいいですし、Excel 使えるんだったら Excel とかにまとめてもいいかもしれないんですけども、で、トータル月々どれぐらい増えていってるかっていうのをまずね、把握するっていうのが重要です。例えばちょっと車買っちゃったなとかっていうと、ここちょっと減ったりしたら、ここの月は車買ったからちょっと減ったとかですね、メモしておくと。そうやって把握することで、月々ですね、どれだけ入ってくる量はね、給与明細とか分かりやすいんですけども、出る量、それぞれの口座をね、どれぐらい、出ていって、で、それがどれぐらい減ってるか、で、今いくらあるのか、それをね、見えるようにするっていうのは、まずね、第一歩ですね。それ分かんないと、知らぬ間にね、貯金なくなっちゃったとか、知らぬ間に増えてたとかってあるんですけども、知らぬ間に増える人はラッキーですね。むちゃくちゃ収入があるってことなので、なかなかそういう方いらっしゃらないと思うので、やっぱりね、いくら出ていって、いくら入ってきてるのか、それを把握すると、で、できれば、1ヶ月ぐらい限定でいいので、お小遣い帳みたいにつけて何いくらぐらいかっていうのを大まかにですね、把握しておくっていうのは結構重要です。これ毎月やると結構大変なんですけども、最初の1ヶ月だけとかね、それやってみることで、大体ね、月どれぐらいかかるか、例えば家賃がこれぐらいで、食費がこれぐらいで、医療とかこれぐらいで、交際費がこれぐらいで、とか、なんとなく1ヶ月の把握しておけばですね、なんとなくわかるんで、大きくね、多少変動するとかあるかもしれないんですけど、で、この推移を見るっていうのでわかると。これをやり始めて僕お金貯まるようになってきました。で、それやる前までは、ノープランで適当に生きてて、車屋に入っていきなり車買ったりとかしてたんで、ちょっとね、アグレッシブな人生を送ってましたね。なので昔は自分金遣いむちゃくちゃ荒かったですと。で、次ね、支出を減らしましょうと。で、これはね、結構簡単に減らすところがあったりとかするので、特にね、固定費下げるっていうのが意外と楽なんですよね。例えば、もし、格安SIM 入ってない方いたら、格安SIM にすることで、値段が下がるようであれば、格安SIM にするってありだと思います。僕の場合は結構格安SIM にしてもですね、あんまメリットなかったらやってないんですけども、あんまり使ってないよって方であればですね、格安SIM にした方が多分お得な方がほとんど多いだと思います。あとはもしね、車ね、使ってない、たまにしか使わないとかであれば、もう手放してですね、それで保険代とか駐車場代とかですね、あと車検代とかいろいろ浮いたりするので、車手放してレンタカーにしてみるとかもいいと思います。僕もですね、サラリーマン辞めて車手放しましたね。固定費下げるっていうので、それぐらい、固定費を下げるっていうのはすごい重要だと思います。で、保険とかも不要なものとかですね、見直す。これね、リベ大のりょうさんとかすごい詳しいので、りょうさんとかで保険見直すとかやるといいと思うんですけども、保険の概念的に言うと、もうなんか問題が起こった時に支払えないぐらいの金額であれば入った方がいいよみたいなことをですね、りょうさん的な考えは言ってましたね。なので車とかの保険とかは人をもし引いてしまったら、損害賠償払えなかったりするので、そういったら入った方がいいですけども、別に自分自身でね、払えるぐらいの貯金あれば、入らなくていいんじゃないのっていう考え方が、りょうさんとか言ってるんで、僕もそれはお勧めしてますね。なので、必要な、ね、1円2円削ってもやし食うとかそういう話ではなくって、まずはですね、固定費下げるっていうことを下げてみることで、もうそれがね、毎月ずっと続くんで、それがね、結構大きな金額になってくるのでですね。で、しかも努力せず一回やっとけばずっと楽っていうのがあるので、まずはね、支出、固定費減らせるとこないのかどうかって見て、それ減らしてみるってすごいおすすめですね。で、次ね、収入増やしましょうと。これもね、すぐには増えないので、いろいろ試行錯誤するんですけども、サラリーマンの給料上げる。今ちょっと給料上がりにくいのでですね、これ頑張るよりかはですね、他頑張った方がいいのかなっていう時代かもしれないですね、もしかしたら。ただサラリーマンの仕事頑張っておいて給料上がるんだったら上げといた方がいいですね、もちろん。で、全然もうニッチもサッチもいかないよって言ったら、全然転職、超ブラック企業でお金出さないよみたいなところだったら、もう全然ね、転職するとかもね、ありだと思いますし、あと副業するとかですね、ブログとか YouTube とかですね、僕の場合はやってましたね。それで結構稼げるようになったりとか、不動産投資はね、副業ってビジネスなので、こっちもね、ハードル高いんですけども、そういうのもあったりとかするのかなって言って、自分自身もね、不動産今3棟ですね、持ってたりとかするので、そこから収益も上がったりするのですね、ありですし、あんまお勧めしないですけど、アルバイトとかね、アルバイトして人生はそんな変わらないので、月々数万円稼ぐぐらいのアルバイトであれば、ちょっとやらずにですね、こっちの資産系の収入作った方がいいのかなっていうふうに僕は思ったりしてますが、まずはね、支出止めてきたら、収入を次増やしてみよう。そのステップをどうやって何に自分が合うのか、それをちょっと探すっていうのが結構重要だと思って聞いてます。で、稼ぐための方法はですね、再生リストを稼ぐ
方法っていう、稼ぐための方法って書いてあるんで、これね、ぜひ見てみてください。で、まあ、それでですね、現状把握してですね、支出止めて収入増やして、まあ、ようやくね、資産がバンバン溜まってきたら、まあ、初めてこれ運用するっていうの効果が出てきますと。これね、資産がですね、あんまない状態だと、そんなに効果は残念ながらないんですよね。例えば100万円あったとして、まあ、普通ね、5% ぐらいで運用するっていうのも大変なんですけれども、もしね、5% で運用できたとしたら、まあ、それがね、1年後に105万円になりますって言うんですよね。ただまあ、その5万円で人生はそんなに変わらないので、あんまりここに溜まってない時点で運用むちゃくちゃどう頑張ったとしてもですね、なかなか難しいです。で、その100万円を、投資で1000万に増やそうとすると、それだけリスクも増えればですね、リターンが増えればリスクも増えるんで、その100が0になる可能性も増えてくるのでですね、そうなるとだんだん投機寄りになってくるっていうのがあるので、まずはですね、そんなにこの資産の運用で増やそうっていうのは思わない方がいいと思います。ただ、まあいきなりね、いきなり1億円バーンともらって資産どうしようっていうのは、難しいので、まずはその勉強してですね、ちょっと慣れておくっていう意味で、まあ、例えば NISA であったりとか、まあ、例えばそのネオモバイル、SBI ネオモバイル、ちょっと詳細欄貼っときますけれども、月々200円ぐらいの手数料、まあ、実質手数料20円ぐらいですね、一株から株変えたりとかするんで、そういうのちょっと勉強がてやってみるとかありかもしれないです。まあ、ただまあ、勉強のためにですね、資産を運用し始めるっていうのは結構おすすめですね。複利で増えていくと。じゃあまあどういう運用方法があるかっていうと、まあ例えば貯金ですね。まあ貯金はほぼ増えないので今は。まあリスクもね、インフレのリスクとかカバーできないとかあるんですけど、まあ一番比較的安全かなと。まあ1000万以上だとね、ペイオフの対象にならないのでですね、分散して1000万円ずつ分散しておけばですね、まあ比較的安全ではありますと。もうちょっとリスク高くなると債券とかね、国債、国の借金ですね、国債とか社債、会社の発行する社債ですね。この前ね、ソフトバンクはね、1.8% ぐらいなんか出してましたね、社債。それもね、その会社が破綻しなければ、まあ OK っていうんで、まあ金利がね、1% とかね、国債だともうほとんど金利つかなかったりとか、日本だとするんですけども、まあそういう国債とか、もうちょっとリスク取るんだと株とかですね、日本株、外国株。で、まあそういうのをごちゃ混ぜにしたようなですね、投資信託とか、まあ ETF とかですね、まあそういうのをごちゃ混ぜにしたやつとかですね、まあいろんなものが投資先あるので、まあちょっとずつですね、勉強して、まあ少しずつやってみたりとかいいのかなと思います。まあで、不動産投資は投資だと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、これ投資ってよりも経営になるので、まあビジネスと思った方がいいですね。買って楽に放置しときゃいいってもんではないので、そこは注意が必要ですと。で、まあ株やりたかったら株の基礎って再生リストを作ってるんで、ぜひですね、見てみてください。で、まあ、ここまでがですね、まあ、今まで、そういう勉強の方法、どうやって勉強するのがいいのか。まずね、収支把握して、で、まあ、収入をですね、支出を減らしましょうと。で、まあ、資産もね、収入増やして、資産をちょっと、まあ、溜まってきたら、まあ、ちょっとずつ運用でしてみましょう。そういう流れがね、勉強するのがいいですと。で、まあ、ここから、まあ、失敗のパターンですね。結構ね、失敗する人多いんですよね。まあ、あんま詳しくないのに、まあ、バーンと始めて、バーンと失っちゃうみたいなパターンがあります。で、結構まあよくあるのはセールスマンにやっぱかもられるっていうのがあって、まあ多分銀行員さんですね。銀行員さんになんか勧められたりとか、証券マンに勧められたりとか、まあファイナンシャルプランナーに勧められたりとかですね。保険屋さんに勧められたり、不動産屋さんに勧められたりとか、まあこの人たちお金の専門家だというふうにですね、まあ初心者から見ると思われるかもしれないんですけれども、まあ僕ら投資家とか経営者から見ると、この人たちはですね、お金の専門家ではないんですよね。何の専門家かっていうと、やっぱ商品を売るプロなんですよね。だから、まあ、彼らがおすすめる商品っていうのは、基本儲かる儲からない関係ないんですよ。基本やっぱセールスのプロなので、商品を売って儲ける人たちなんですよ。だからセールスマンですよね。だからまあ、商品を売って儲ける専門家なので、あの手この手でですね、商品を売って手数料を儲けてこようっていう人たちがまあ大体ですよね。まあ中には本当にね、いい不動産屋さんとかいい証券マンとかいるんですけども、それ一部ですね。なので多くの人がですね、まあ、むちゃくちゃ悪い人ばっかってわけじゃないですけど、まあ、ビジネスはしょうがないですよね。手数料ビジネスで、それでまあ、会社っていうのを成り立たせるっていうのがあるので、別にいい悪いではなくって、まあ、基本ね、ファイナンシャルプランナーにね、進めるからこれ入っときゃいいやとかね、不動産屋さんが勧めるからそれ買えばいいやとかね、銀行員がね、勧めるからこれ買えばいいやとか、証券マンが勧めるからこの投資信託買っときゃ安全だとかね、絶対まず思わない方がいいですね。なんでかっていうと、彼らはもうしつこいんですけれども、お金の専門家っていうよりも商品を売る専門家なんですよね。だからまあ最低限ね、別に買ってもいいんですけど、この人たちから。ただまあ自分自身がちゃんと知識を身につけてからいかないと、いきなりね、だから退職金で5000万入って、じゃあ証券マンさんの言うまりもやって全部失うとかいうパターンはよくあるので、ほんとね、気をつけた方がいいですね。
で、まあよく証券マンの営業マンさんとかはもう本当に販売のプロフェッショナルなので、その投資信託とか株のプロではないんですよね。で、こっちで増やすプロだったらですね、その投資信託売らないで自分で食ってるはずなんですよ。そっちで飯を食ってるはずなんですよ。そうでなくって、売ることと手数料ですね、もう例えば1000万円の投資信託を買ったりとかすると、手数料 5% とか取られたりするケースもあるので、そうするともうそれ売っただけでですね、50万円ですね、売り上げ上がるんですよね。そっちの方が儲かるから、そういう風にやってるんですよ。それをね、1000万円を運用して増えた分だけ返すっていうビジネスはやってないんですよね。なので、セールスマンは、売ることがですね、目的になってます。なので、顧客が儲かる商品なんてわからないんですよ。証券マンだろうがなんだろうが。分かってたらそっちで食えるんで。で、まあ、とにかく手数料が高い商品を進めがちなんですよね。なんでかっていうと、もうノルマがあって、むちゃくちゃ厳しいノルマがあって、それをもう達成しないと怒鳴られるとか、パワハラったりとかっていうのは、まあ、金融業界多いので、まあ、そういった感じなので、どうしてもね、お客様が儲かるっていうよりも、今はまだ現在残念ながら、その、売り上げが立つ、まあ、そういう商品を進めがちなんですよね。まあ、例えばですね、今年1月にも株の回転売買でですね、お年寄りがはめられたっていうニュースがですね、出て、証券委員会から、業務改善命令が出ましたっていう報道がですね、まあ、読売オンラインとかから出てますと。これまあ、本当ひどい話で、弔問でですね、まあ、おばあさんが多分おじいさん亡くされてですね、まあ、その時に、保険じゃなくて、証券マンが来て、で、まあ、4000万の株相続して、まあ、資産運用しないと損だよって言って、で、まあ、1.4 億円のね、外国株を買わせたりとかするんですよね。で、まあ、会社がですね、チームでちゃんと支えるから大丈夫ですよっていうふうに言っておきながら、もうその株を、例えば、まずは、米国株を買わせて、で、そしたら買わせたらね、そんだけ為替の手数料とですね、あとまあ、その証券会社のその、販売手数料とか、信託報酬がいっぱいバーンと入るんですよね。で、その米国株を買わせて、それをまた今度売らせて、今度新興国の企業を買わせて、で、さらにそれをまた米国株に戻すみたいな、なんかもうとにかく回転させるんですよ。で、回転ぐるぐる回せば回すほど、その手数料がですね、バンバン入ってくるっていうんで、とにかく売り買いさせたがるんですよね。まあ、そういうアクシスな証券会社があって、まあそういうふうに指導が出たりとかですね、この証券取引員監査委員会からまあ不適切な営業って言って、まあそれでですね、6000万円ですね、6400万円の損害を出してしまったと。もう手数料だけでですね。っていうことで、まあそういうケースもあったりするんですよね。でもこのおばあさんはもう本当ね、専門家が言うから言う通りにやってれば大丈夫と信じてたにもかかわらず、もう本当にそういう意味のない回転売買して手数料をですね、かすめ取られる。まあこの担保とかもそうですよね。もうわけわかんない手数料を取る。で、二重に契約させたりとか、一回解約させたりとか、むちゃくちゃなことやったりとかするので、やっぱですね、こう信じてやるっていうよりも本当中身を理解しないといけないです。まあ稀にいい人はいらっしゃるんですけれども、知識がないとこういうケースがあるっていうのでですね、本当注意が必要ですね。まあ全員が全員そうではないっていうのは、そこはまあ強調したいんですけれども、こういうケースがあると、まあそういう風にならないためには自分自身で身を守るしかないです。で、あともう一個ね、パターン。これまあちょっと可愛いもんかもしれないですけども、過度に節約しまくりっていう、まあ、例えば、牛乳がですね、5円安いから、隣町のスーパーまで1時間かけてね、買いに行くとかね。で、その5円節約したつもりでも自分の時間、まあ、例えばチャリで行ったとしたらね、その1時間の損失になるし、例えば車で行ったとしたらね、ガソリン代5円以上かかるだろうみたいなことになったりとかね。まあね、1円安いね、ガソリンスタンド行くのにね、10キロ離れたところまで行って給油して戻ってくるとかね。まあ、それの往復のガソリン代の方が高いだろうとかあったりとかですね。まあ、そういうなんかこう、節約1円でも払いたくないから自分の時間とかをどんどん削っていって、それでね、リターンが小さいみたいなね。まあ、ポイント活動みたいなのやって、もう1日8時間ぐらいポンポンクリックしまくって、ポイントで1日1000円入ったってね、それ1日こうポンポンやりまくってね、たかだか1000円しか入らないとかね、それもう本当に自分の時間を削ってるので、そういう過度に節約したりとかですね、こう、費用対効果合わないっていうのはよくないですね。こう、あとまあポイントバックがあるからですね、もういらないもん買っちゃったりとか、もう結局無駄遣いになっちゃうんですよね。とかですね、まああと食費をね、切り詰めすぎたりとかですね、もうなんか着るものもなんかこう貧相なものしか着れないとか、もうそういう風に必要なものを削っていくとですね、もう限界があるので、その節約しまくり、過度に節約しまくるのは本当良くないと思います。まあね、その節約には限界があるんですよね。例えばまあ1ヶ月ね、普通の家庭がすごくとなったらどうしてもやっぱ5万、10万とかね、20万とかかかりますよね。で仮に極限まで突き詰めて頑張ったとしても、やっぱ20万というのはゼロにしかならないんですよ。マイナスにはならないので、なので本当にその節約を頑張るっ
っていうよりかは、むしろ稼ぐ方に頑張った方が、青天井で稼げるんで、自分自身で副業で。なので、過度に節約しまくってストレス抱えるっていうのはやめた方がいいですね。むしろそのパワーをですね、稼ぐ方に向けた方が、幸せな人生を送れる可能性は高いと僕は考えてます。結構この費用対効果っていうのはね、合わないんですよね。考えにくいんですね。この5円のために1時間っていうね、5円安いじゃないかって言ってね、思っちゃうんですけど、トータルで見ると損でしょっていうのがわからない人が結構いるので、そういう風にならない方がいいと思いますね。あと、失敗パターンとかで、リボ払いとかキャッシングとかですね、これもね、金利とか分かってないと、なかなかハマってしまうんですけども、100万円ね、リボ払い溜まっちゃったよとかなったとしたら、月々3万円ぐらいなんですよね。3万円ずつ返してるからいいやって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけども、これ計算するとですね、交わし終わるまで13.5 年かかりますよ、100万円を。そんなかかるのって思う方いらっしゃるかもしれないですけども、こんだけかかりますね。で、支払い総額が160万ぐらいいっちゃうんですよね、リボ払いで。そのリボ払いって決まった額しかちょんちょん返さないので、どんどん期間が長くなるんで、そんだけ金利払わなきゃいけなくなるんですよね。で、実際ね、金利、これ楽天とかの場合は 15% とかだったりとかして、31,500 円返してるつもりなんですけども、そのうちのね、12,500 円はもう金利なんですよね。だから全然元本が減らないみたいな感じで、なので、金利が高くて総額が増えるっていうのがあるので、リボ払いとかね、これを本当無駄に100万円もしリボ持ってたら、その 15% ってことなので、100万円の 15% なり15万円どんどん勝手に出ていく。そういうイメージですよね。でね、もし、自分で貯金してたらですね、0.001% とかなんで、ほんとね、むちゃくちゃベロボンに高い金利なので、それを承知で借りるのは全然 OK なんですけども、知らずにリボ払いでね、この31,500 円しかないから安心だ、みたいな風に広告とかそう出てるんで、そこに惑わされてですね、金利っていうのの知識がないと、そういう風にハマってしまって、もうこういう借金上具みたいになってですね、これが100万なんですけど、200万、300万ぐらいっていうのも多分返済不能なレベルになってくるので、その後自己破産っていうのが見えてきたりとかしますね。っていうのはですね、お金の勉強やっぱした方が絶対いいですし、もうほんとね、大切です。ただ学校とかでやらないのでですね、今回この講座やっていくので、ぜひですね、勉強してみてください。で、まずはですね、今日もう早速やってほしいのはもうほんと収支の管理ですね。通帳とか講座とかね、全部書き出してみて、いくら自分持ってんのかっていうのと、それがね、毎月どう変動してるのか、こっそりね、やってみてください。これおすすめです。で、固定費をね、下げるっていうことは、まずはやってみた方がいいですね。簡単にいけるんで。で、過度な節約は良くないですけど、まず固定費下げるのが手っ取り早いですね。本当にその分だけいきますと。で、その次はね、収益を上げるっていう方に行った方がいいですし、さらに、余力が出たら資産運用を考えると。一個ずつやっていくっていうよりもですね、並行にやっても全然いいと思いますけれども、まずはですね、収支を把握して、で、固定費下げる。それがね、優先かなと思います。そうやって余力が出てきたら、次ね、稼ぐ。いきなり稼ぐっていうのはできないので、ちょっとずつね、これも1年、2年、僕もブログ稼ぐのに1年ぐらいかかったりとか、YouTube でも、なかなかですね、稼ぐまでやっぱ半年ぐらいかかってるんで、すぐパンと行ったりとかしないですね。多分もっと時間かかったりすると思うんで、転売ビジネスとかいろんなものあるので、何が合うのかやりながらですね、収益上げる方法っていうのをちょっと考えてですね、サラリーマンで給料もらう立場から稼ぐっていう、そのマインドをちょっと変えるとですね、いろんな見方が出てくるので、それのね、面白いですね。僕自身もね、ずっと16年サラリーマンやってたんで、お金を自分で稼ぐって概念がね、そこものすごいマインドブロックがあって、なかなかね、自分で物を売ったりするのってできなかったので、本当にそこのハードル高いっていうのはね、もう痛いほどずっとサラリーマンやってればやってるほど身に染みて上がるんですけども、そこをね、ちょっとずつ壊していってですね、自分自体稼ぎ始める。そうなると世界はね、ちょっとずつ変わっていきます。余力が出たらですね、資産運用も考えてもいいと思います。なので、まずはですね、そういう風にして勉強してですね、で、ここからシリーズでですね、再生リストでですね、お金の、基礎的な勉強どんどんやっていって、初心者向けにですね、わかりやすく解説していくので、ぜひですね、再生リストを見てみてください。で、稼ぐのに対しては、不労所得ですね、副業で稼ぐロードマップってブログでやってるので、詳細欄貼っとくんでよかったら見てみてください。あと、ブログでですね、どうやって月100万ぐらい稼げるようになったかとか、社会人で勉強しましょう、稼ぎ方みたいなのやってるんで、ぜひですね、再生リスト見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済ニュースとか役立つ情報を発信していってるんで、もしよかったらですね、チャンネル登録ぜひお願いします。また高評価、コメントいつもありがとうございます。SNS とかでね、シェアしていただけると本当にすごい嬉しいです。やる気が出るのでぜひお願いします。またですね、Twitter で有益な情報を発信しているので、よかったら登録してみてください。それどうもありがとうございました。ウェイ。